にちは、かなです。たまった動画を整理していたら、普段こんな運転しているのと言われたので、変なのかなと思って今回動画にしてみました。皆さんはどうしてますか？コメント欄で教えていただけると嬉しいですそれでは行ってみましょう。今回の動画は少し涼しい時に撮っておいたやつなんですが、一人で練習していた動画になります。すごいすごい。どうですか？ギアのつなぎや加速の仕方、目線など何かお気づきになりましたか？もう少し見てみましょう。私は何も感じていません。指摘されるまでは。今思えば見通しの悪い細い路地を走っている時にブレーキが間に合わない時があるから手を添えてと言われたので、その時からこうしていた気がします。お気づきになりましたか？ブレーキの指のかけ方です。あれ？普通は人差し指と中指とか4本掛けとか、その3本は見たことがないな。カメラがなければ多分ずっと気がつかなかったと思うよ。でもどうして人差し指がハンドルなの？アクセルを回さないといけないでしょ。だから握っていないとね。握らないでも回るのでは？でも違和感ないんだよね。ダメなの？それはダメかどうかわかんないな。いろんな人に聞いてみるといいかもね。という経緯で動画にしてみました。皆さんはどうでしょうか？コメントで教えてもらえると幸いです。よろしくお願いします。免許取り立ての頃、宮ヶ瀬ダムに練習で走った時にはノーマルマフラーにもかかわらずカーブでクラッチを切っているのが排気音でバレて、すぐに修正させられました。理由は皆さんもご存知だと思いますが、常にトラクション、駆動力をかかった状態が安定するので、まずはオーバースピードで飛び出さないようにカーブ手前でしっかり減速、カーブ中はアクセル一定でアクセルワークで倒したり起き上がらせたりもできる。そうやってラインをキープしていく。出口付近ではバイクを起き上がらせていくのでアクセルを上げていく。当然カーブでブレーキも使えるけど、後輪重視で行わないと前輪でカックンすると側転倒します。クラッチを切っていると上り坂では減速して失速、倒れ込み、下り坂では加速、起き上がり、飛び出していこうとします。速度を落とすためにブレーキをかけてもエンジンブレーキが使えないので制動距離は伸びます。バイクでのブレーキとは前輪、後輪、エンジンブレーキを使います。難しいぞ。いろいろ教えてもらって、カーブではアクセル一定で走ることが意識的にできるようになりました。すごいすごい。まだまだ自分の知らない変な癖があるかもしれませんので、見つかったら直していきたいと思っています。お前も老人形にしてやろうか。続いては勝手に紹介してみたのコーナーです。今回の老人形は怠け者の太郎さんです。バイクは YZF-R25 です。太郎さんは現在大型バイクの一発試験に挑んでいます。旦那さんのゆうきさんが以前一発試験で合格された経験を生かし、太郎さんにノウハウを伝えて挑んでいます。前回一度挑戦し、完走すら難しいところを1回目で完走してきました。合格のご褒美は360カメラということで気合も入っています。今後も目が離せません。よかったら概要欄に URL を貼っておきますので遊びに行ってみてください。